どうも、シャルチョコです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、今回はですね、28歳の誕生日をマチュが迎えました。ありがとう。みんなありがとう。そんなマチュが今回記念すべき企画考えてくれました。はい。題して才能査定ランキングマチュのポエム編。ポエム企画持ってきました。来ました。やっとか。初じゃん。初だね、初。ポエムだけでいつかはね、トラビスジャパンでライブやりたいと思うね。オーバーチャーって、まずファーストブロックポエムポエムあって、ポエムダンスブレイクみたいな。ポエムでちょっと上に入ってる。じゃあルール説明みたいな。お願いします。過去に撮った写真をちょっと見てもらって、でそれを見てポエム、なるほどね、みんなそれぞれが考えてもらって発表していくっていう。で僕が査定しますんで、ちょっとそれをランキングを僕がちょっと1人ずつ見てって並べようかな。4位3位2位が凡人になる。で最下位がもうもうなんかゴミ最下位にはなりたくない。で1位が伝説のポエミスト。ポエマーとかじゃないんだ。じゃあだからもう伝説にはなってるってことでいい？もう伝説超えです、本当に。宇宙の果てまでのポエミスト。どんどん語彙が出てる。ちなみになんかポイントとかあるのか。確かに。まあでもなんか一癖欲しいかな。綺麗とか美しいとか、なんかそれだけで終わっちゃうとちょっともしかしたらゴミになりやすい。例えばまあ夜景あったらイタリアンのアプタイザーのように香ばしい美しさみたいな。なるほどね。なるほど。だから何これってやっぱり引っかかりたいの。引っかかりどころが大事なんだ。まあ角度は何でもいいんで、ちょっとそういうポエムそういうことをもらえたということで、じゃあこのポイントを押さえて僕らもポエム作っていきましょう。はい、レッツポエムのおめでとう。それではまず最初こちらです。おしゃれ。おしゃれだね。これ LA ですね。LA なんだ。まあまあでもあんまりとらわれずにでも全然いいんで、この写真を見てまあ感じることとか降りてきたことを言ってもらえれば、降りてきたものを紡いでください。語彙がさすがだな。やっぱもういいですよ、本当に。やっぱり一癖欲しいかな。査定できたの？できました。早いな。査定も降りてくるんで。いかがでしたか、みんなの見て。いやもう本当にね、いろんな角度からいいポエムがたくさん集まってましたね。嬉しい。そんなこと言っていただけるなんてな。めっちゃポエミストっぽい。確かになんかファッションが。確かに。ありがとうございます。ポエミスト松倉です。ちょっと指見て。みたいな。さあ、じゃあもう査定結果ね。ランキング4位から。ちょっと楽しみだね。凡人から。この辺でもいいもん。はい。4位の凡人はこちらです。ビュンビュビュン、波風も太陽も君を照らせよ。はい。合うね、でも。まあ素敵ですよね。はい。じゃあこちらを紡いだ。紡ぐんだ。誰でしょうか。紡ったのは。はい。わあ。紡ぎました。紡ぎだ。やっぱこう自然をも味方してるこの写真。それをこう表現するにはちょっと擬音というか必要だなと思って。ビュンビュンビュン。いやすごいなんか俺波風とか太陽とかそういうその自然系の言葉やっぱ好きでしょ。そうでしょ。そういうワードをやっぱ入れてんのはやっぱりこうとか。ああ、素晴らしい。自然系大事なんだ。大事だし、大地とか空とか、まあ満天の星とか。あとビュンビュビュン、ここもやっぱいいですね。ポイントは高いかな。本当ですか？ビュンビュビュンっていう。ビュンビュビュンって。このテンポ感がやっぱいいですね。牛。スタッカートっていいんですか？スタッカート入ってる。これは本当に勝手に入れてくれた。スタッカートどうやって入ってます？
ビュンビュンそれはポイント高い。これポイント高いです。グッジョブ。グッジョブ。そして最後ですね。ちょっと君を照らすよ。なんかもうちょいひとひねり欲しかった。ああ、そうすぎたか。例えばここをちょっと英語にするとか。なるほど。 You are my light とか。ライト。はい。そうそうそうみたいな。字が変わるっていうかね。字がそうですね。勉強になるな。そのバランスとかも大事なんだ。確かに日本っていうのにとらわれないんだね。はい、それでは続いて3位の凡人を発表したいと思います。ここ重要。3位の凡人のこちらです。海が綺麗。俺は街。LA。はい。じゃあこちらを紡がれた誰でしょうか。紡ぎました。ゲンタ。海、自然系の海。綺麗っていうより、センターにいるその主人公はマチュですよ。でここは波風のように LA 先ほども言ったように、やっぱり水平線とかめっちゃ好きなんですよね。僕地平線、水平線、満点の星とか好きなので、やっぱり水平線っていうワードはね、グッドなんだね。最後の LA なんかいいですね。やっぱり歌みたいなさざ波のように感じますね。笑ってるやん。ちょっと絡まっちゃった。乾燥してるから。乾燥してますね、冬だから。ただこれまた海が綺麗。これなんか美しい海みたいな。言い換えみたいな感じですよね。もうちょっと良くなるんだとしたら。そうだからなんか美しい海のなんか美しい海の表面のきらめき。例えばだからその表面のきらめきっていう言葉には何笑ってんすか。すいません、何を俺は真剣にやってんすけど。僕も真剣にやってますよ。いや素晴らしいと思いますよ。これグッジョブですか。グッジョブですね、これグッジョブ。それでは続いて2位の凡人をこれ高い上位で発2位の表したいと思います。波の音と風を感じる僕。水平線の向こうにはどんな未来があるんだろうか。なんか歌詞みたいな。はい。バックナンバーの歌詞みたいな。そうですね。紡がれたボイミストの方は誰でしょうか。はい、僕です。お前。この写真あれだよね。留学中だよね。留学中に撮って。そうで留学中に街と海行くこともあったじゃん。でリラックスしに行こうとかチルしに行こうとか。でそこのチルしてる時に結構この先の将来について話し合うことが結構あったなと思って。エピソード。そうそれをこう水平線を見ながら海の向こう側見ながら結構話してたイメージだったから、それをなんかそのまま言葉にします。いやすごい高得点だと思います。ありがとうございます。はい。解説聞きたいですね。解説ですね。確かにね。まずやっぱ水平線これ入れてるのはもういたな水平線。水平線とか地平線だとかあと満点の星。星好きだなお前。でこれリズムなんですけど、リズムの音。お前はコミカスじゃない。音、風。このなんか2音がこう連なってる音があって、韻は踏んでないんですけど、耳障りがめちゃくちゃいいの。はい。っていうリズム。僕と僕もそうですね。まずは音の部分で。ここがやっぱ気持ちいいですね。音、風は。なるほど。そこが一番いいんだ。なんか風の音色とか、あそういう風に表現する方とかも
いるんですけど、なんで笑ってるんですか。いやいや、ちょっと思い出し笑い。なんで笑ってるんですか。波にしたら、その波、音、風っていう部分で、ニオンあ、いいんですね。イオンでいくのが、ここポイント高い。ああ、勉強になります。やった。あと僕っていうのも漢字じゃなくてひらがなにしたのはちょっとマジ好きそうかなと思って。僕をひらがなにするのはめちゃくちゃポイント高いですね。漢字だとやっぱりちょっとこうキュッてなっちゃうっていうか、まあ漢字の素晴らしさとかもあるんですけど、あえてここ漢字ってきて、まあひらがなで柔らかく見せる。ただその文章全体をこう締めるっていう部分のひらがなとかもこれグッジョブですね。ありがとうございます。で未来とかその見据えてみたいなところはやっぱいいですね。ポエムのなんか可能性を感じましたね。ありがとうございます。嬉しいわ。才能ありだね。それでは1位。やべえ。もう1位か。どっちかとか出てないまだ。そうだよ。 1位から1位からいくんだ。いやーこれ出たいな。それでは栄えある第1位の伝説のポエミスト、こちらです。空ってさ、2つの音階だけじゃ表せないですね。はい、僕です。はい、伝説です。あなたは伝説です。すごいよ。認められた。はい、すごいぞ。ありがとうございます。ちょっとこの見た写真、海と空が見えたんで、はい、どこかひねれるところはないかなと思った時に、やっぱ空をちょっとひねって、はい、で、マチュが被写体としていたんで、マチュを表すちょっと語尾感を削りつけたって感じですかね。でも素晴らしい。本当にポイント高いです。まあ一つとしてまあ音階、これ音階ってワードやっぱ好きですね。好きなワード多くね。水平線、地平線、音階、満天の星空っていう。音階好き。音階好きですね。そうなんだ。でこれ一番多分皆さん気づいてるかな、気づいてないと思うんですけど、空、ソ、ラ、こちらがドレミファソラシドのソラ。ここでこの空が2つにこうつながっていく。だからカタカナで並んでる空っていう音階じゃ表せない。でこれは本当にポイント高いです。そういうこと？こういうの絶対好きだろうなって思ったんで。そういうことか。本当にだからこういう表現とかちょっとこうなんか乗ってるぞみたいなのはもう本当僕の好きな部分なので。はい、いやー嬉しい。でこちらこのすねっていう部分がね、やっぱ一番高得点かな。ポエムってこう考えると堅苦しいイメージみたいなのがまああるんですけど、よりこうフランクにしてなんかこう親近感を沸かせるっていう部分でこのすねっていうのはポイントが高いですね。だから普段から僕すねとか言いますんで、もう本当にこれはもう伝説のポエミスト。嬉しい。はい、素晴らしいです。今回惜しくも、5位のゴミになられた方を紹介したいと思います。はい、あんまり見えてないけど見てわかるいい写真、こちらを紡がれたポエミストの方。いやもう俺しかいないんだ。そうなんですよ。暖かかったんですけど、なんかちょっとポエム感はなかったなっていう。コメントってね。みんなの今見て思ったんだけど、俺多分感想出るだけだから、このいい写真をポエムっぽくするのは何かありますか？まあちょっとインパクト的にちょっと弱さもあるんで、そこに付け足すっていう部分で、まあこれこちらフィルムカメラで撮ったんですけど、例えばザラッとした表面、頬を見つめたくなる写真っていうか、まあそうですね。すいません、プレートこのザラッとしたっていう部分でフィルムカメラを言葉に表さなくても表現できるという部分で、はい確かにさっき言った自然のね言葉とかもねちょっと入ってたら、もしかしたらね刺さったかもしれないしね。じゃあそれ含めてこのじゃあその最下位になっちゃったポエムをマチュなりに海の思いを込めて言うならどんなポエムになりますか？はい、いやはやさほど直視をすることはできなからずともざらっとした質感に頬をうずめたい。こちらですね。これを海がかけたらランキングはどうですか？伝説言ってましたよ。これ言ったらもう伝説のポエミスト、大気圏まで行っちゃうコースも。ていうか先生フィルムカメラっていうものなんですかね。そのイヤハヤとか、そのやっぱちょっと
昔の人っぽい言い回しになる。そうですね、その質感に合わせてその文頭とかもこうやってちょっとまあ古いこうちょっとレトロな始まり方とかもしたらいいんじゃないかなと思ってちょっとこういう風につけさせていただきました。いろんな視点があるね。面白いね。勉強になる。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて2問目の答えはこちらです。お、オリエンパックしてる締めか。これはそうですね。折れてきました先生。あ、本当ですか。それは嬉しいでございます。嬉しいでございます。これちなみにLA のその雰囲気をちょっと特定映像に残そうっていうなんか企画みたいな、トラジャハウスみたいなあったね。デビューしてすぐぐらいの。そうですね。はい。本当に地球儀だと思ってください。何ですか？もう一回お願いします。脳が地球儀だと思ってください。回すのか。はい。漢字知らないですか？いいじゃん。優勝ですか？はい、優勝です。さあ決まりました。これは本当に難しかったんですが、3位の凡人から発表したいなと思います。ね、3位でもいいもん。こちらです。ああ、水分。毛穴がまるで青い星。地球だね。はい。まただ。下から上1個。チビがパックをしてたので、毛穴がすごく潤ってるのかなって、すごい気持ちよさそうにパックしてるなって、顔が。表情がね、すごく見えたので、地球やっぱ青くて水分たっぷり。8割がね、水分ですから、すごく地球に似てるんだろうなって、毛穴が。はいはいはい。これもキャッチしました。ありがとうございます。しました。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。ポエムのキャッチャーミット。ミストキャッチャーミットキャッチャーミット持ってるんで、何でも受け止めてます。声がすごいね。やっぱり地球というのは海が面積すごいです。はい。大半を占めているので、その部分をこう使った。そしてなおかつ星。はい。このワードですよね。そうですね。先生大好きな地球、そして星。これがまた素晴らしくてですね。これ星だけで単体でいきますと、この満天の星とか、あそこには流れ星とかそういう部分ですけど、この青い星、地球っていうワードが良かったんですが、青い星、地球、ダブルミーニングになってるんですね、こちら。なるほど。ピッチャーだけ意味なんだ。でも地球だねみたいなちょっと言い方になってるかなっていう。そこが良さだと思ってたんですけどね。ダブル重ねっていう方法とかも技とかもあるんですけど、ここにはちょっと適してないかなっていう。してなかった。はい、青い。ダブル重ね。水分、そして毛穴。これ水分。こちらは青い。全部青で重なってるんですね。海の水系をね、面積っていう部分で、青のミルフィーユみたいですね。あれ来た。来ました先生今。すごいじゃん。すごい感動しました。いやもう感動です本当に。心が泣いてます。心が泣いてます。嬉しくて。嬉し泣き。はい、感動してじわじわ嬉しくて。それではですね、第2位の凡人を発表したいなと思います。2位凡人ね。凡人がいいもう。もはやね。鬼は嫌だ。思えば思うほどあなたが分からない。剥がして見せてよ君の素顔。はい。ポエムや。ポエムだ。これは本当に歌詞でありそうだよ。本当にうまくて、じゃあ本当に1位とどうしよう。ああ悩むの。はい、接戦だったんですけどちょっとじゃあこちらを紡がれたポエミストの方。はい。ああやっぱ締めなんだ。うまいね。やっぱビッグだね本当に。ちょっと流派があるね。あるんだ。顔があんま見えないじゃん。はい。で、なんかに例えらんないかなみたいなのを考えた時に、恋人同士のあなたをだから思えば思うほどあなたのことが分からなくなる。だから本当のあなたの感情を教えてみたいな感じのストーリーをパックのシートにかけて探して。写真から？そう写真から。すごい本当に締めかけさんの脳みそにちょっと旅したいなっていう。いい言葉。本当に入り込みたいと言いますか。いや素晴らしいです本当に。やっぱり
これやっぱり見ただけの情報だけではこうないと言いますか、そこからこう連想させられるそこにこうストーリーがこうある、乗っかってんだ。アナザーストーリーですね、アナザーストーリー商法っていうか、そういう新しい商法ですか。そしてやっぱり一番、僕が好きなのはこれですね。思えば思うほどこの感じが僕大好きなんです。知らんがな。僕も普段ブログを書いたりとかするときに、思うってちょっとこういうの書きがちなんです。ちょっとこれは高得点かな。もうアイディアが流星群に、はい、素晴らしいと思います。素晴らしかったです。素晴らしい。はい、残るは2つになりました。そうですね。ただ最極端です。最極端。まあでもそうだね。はいはい。伝説とゴミですもん。最極端両極端みたいな感じでなんですが、一旦こうダンと置いて発表したいなと思います。わかりました。はい。まずこちらですね。大いなる大地の潤いを私の肌を浸していく。ああ、その先。はい、なるほど。はい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 。じゃあ続いてこちらですね。星やあのライトみたいに輝きたいな。でもみんなを照らす役目を Do it shine。 はい、どちらもどっちもいいね。まあまあ角度が違いますね、やっぱり。そうですね。はい、流行る1位の伝説のポエミストは。うわ、ちょっと欲しいなこれ。緊張するね。流されるのか、ゴミは。ドゥルラルルルルルでだん、こちらの方です。俺やった岩井さん、おめでとうございます。俺伝説のポエミスト。伝説のポエミストで。伝説じゃん。本当にこういう自然を感じるもの、モーグジョブです。モーグジョブです。で、これは大いな、はい、大地。これ漢字が重なってるんですよね。はい。大と大で。はい。これちなみに考えました。いや、大と大を重ねようとはあんま思ってなかったんですけど。なるほど。本当にこういうのもあるんですよ。そう意図してなかったところでこう合致するみたいなミラクルサクセスフルっていう。はい。やっぱ好きなのがこれですね。ここ心と書いて肌と読む。まあこっちもそうですね。先未来。未来は先と読む。だから僕も作詞とかさせていただく時とかに当て字とかもするんで、当て字がもう素晴らしいな。ああ、いい当て字だったんだ。これ一番ポイントだった。なんすか。出していく。文字をどんどん小さくしていくっていう。あ、それもか。それ書く時とかはこれ使えると本当にグッジョブなんですよ。やっぱ字を見せる時は。そうなんですね。やっぱ感情のこの行く末を文字の大きさで表していく。まあデクレッシェンド的な感じですね。聞いたわ。もうこれ本当に素晴らしいです。本当にポエミストです。本当にポエミスト。すごいね。じゃあそれでは惜しくもボケです。ゴミボケだねお前。あれですね、ゴミでした。ごめん、いや、手前だけど。はい、ゴミとなられた。僕じゃなくて、ダメでした。こちらのポエムです。はい。ああ、そうか。そうですね。まあ光が結構差し込んでる写真だったので、光源みたいなのをたくさん詰め込んだなんかポエムにしたいなと思いまして、やっぱお肌ねパックしてるから結局輝きのためにみたいな部分をかけれるかなと思って。そうですね。楽しいですね、僕は。何がですか。そうですね、ごますりみたいなのをすごく感じてしまって。ゴミでした。そうだ。はい。多いな。まず星ですね、ここ。ああ、星ね。もうさっきからずっと出てましたもんね。今まで星入れたらポイント高くなかったですか。今までは今までです。最後の最後でね。星ダメか。星はちょっとやっぱさっきめちゃくちゃ連呼してなんかそこをくぐり抜けようとしてる、はい精神が連呼したって自負はあるんですね。まあ僕はい連呼しましたよね。そしてライト、輝く、チャイム、照らす、
方言いい加減にしてください。方言多すぎます。散りばめられすぎですね、やっぱり方言っていうのは。なるほどね。言葉は違えど意味合いは全部一緒なんです。なので星星星星星って言ってるようなものっていう意味合いが一緒なのでそう見えちゃうってことだね。でもあくまでメインはパックの締めです。これどう表現したらこちらありますか？ちょっと書き換えみたいな。全然良くなる方法たくさんあります。すみません、ちょっとです。はい。ほらほら、見て見て、ご覧なさい。夜空に瞬く満天の星たち。あなた様の流れ星。私は言い続ける。窓際ですかね。夜、ほらほら見て見てっつって子供が言うんだ。何何？それ質問があるんです。はいはいはいタクが星って出した時に、星はもう使いすぎだってなった時に、星を今回もう使ってらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。じゃあ絵文字。これはあったんだ。これ流れ人手です。はい。流れ人手。人手なんだ。なんか写真に写ってる人をなんか主役にしそう、ない使命が主役って言ってたんですけど、家族が主役。使命にも家族がいますよね。ああ。いわゆるもうだから DNA を僕はもう吸い取ったので。吸い取った。お前なんかバゲモンモンスターもう DNA すらもうだから細胞とか見てますか？ポエム見るときここまで細分化して見ないとダメだっていうのはこれは皆さんに忠告しておきます。やべえ、すげえ怒ってる。ああ、そうなんですね。なるほど。すごいね。いや、2回とも面白かったね。いや、やっぱ先生の解説とか聞くとこういうのがいいんだとか、めちゃくちゃなんかすごい勉強になる。ありがとうございました。いや皆さん本当に素晴らしかったました。はい。ポエムとはエールです。Summary of today is あなたは私の流れ人手です。以上。人手すごいんですよ。人手が流れることってそうそうないんですよ。こう張り付いてる人手がこう流れてるってことは吸盤の概念を覆してるわけです。はい。すごいわ。はいはいはい。ありがとうございます。また。